回のメイクのテーマは、スモーキーアイとあとクリームファンデを使ったコントゥアリングっていうのをねやっていこうかなと思っております。それではどうぞご覧ください。それじゃあ始めましょうかね。今回のカラコンは N ズコレクションサバテーション。ファンデーションこちら三吉のドーラングリースペイントメディムでございます。普段のステージメイク、私のステージメイクって感じになってくるんですけど、ここからなクリームコントゥアとパウダーカラーコントゥアでやりつつ、今回は眉つぶしはしません。もう眉つぶししなくていいよね。私自眉ね半分ないんだよね。それを落として全体的にきたらティッシュをもう一回ね、ひげのとこだけ厚めに塗る。ティッシュオフしてね、油分を取って色素だけ残すっていうね、やり口なので。スタンプ首のとこはね、お色なじませて、はい、次これ三吉のスティックファンデーションダークエジプタンです。唇の下と鼻の下に入れて、こんな感じ。ほんとお鼻ね。一旦こんな感じ。ここね、先っぽがとんがるようにね、鼻先が尖るように三角をね目指す。三角にしなくてもいいんだけど、三角を目指す感じ。クレンザーでぼかし込んでまいりましょう。おでこは丸く仕上げましょう。ここね、丸くなるように、丸くっていうか、なんていうのこれ、扇形？扇状？なんかね、シェーディングのこうローライトを入れていいところの目安として、ここにね筆を当てて、筆の絵を当てて、ここからねシューッとこうシューッと上げて当たってる部分がシェーディングとかローライトを当ててもいいよっていう目安だって昔教わったことがあるんですけど、私はそこからもう少しだけインしたところまでいきます。ある程度こうね、ちょっと本当はついてきたら、ここからもうエラから少しこうドドドドって叩いてこうね、色をなじませていく。ほんで次がハイライト。はい、こちらね、三吉のグリスペイト4番です。汚ねえだろ。昔風水のおばちゃんが言ってたんですけど、この眉間はね、なるべくハイライトで白くしろって。そうするとね、相手が言うことを聞くそうだからって言われて、なるべくここは白くしたいと思って。これもね、丸く扇状にね入れといてあげて、お花はここは三角、鼻の頂点に向かって鼻先に三角
こう花の作り方もね、どういう花が作りたいかでこの陰影の作り方変わってきますんで、これはあくまでこう、ね、鼻先がこうツンとした感じになる陰影の付け方になっています。シュッて通したかったらここ切らなくていいです。私は結構鼻が大きくて横幅も大きくて長いので、割とこうやって途中で分断することで鼻をこう縮めて見せてるっていう効果を狙ってるんですけども、鼻が短い人はねスッと通しちゃってもいいかなと思います。でハイライトのせ終わりました。ここからはねブレンダー使ってババババッとなじませていくんですけれども、そしたら、三吉のソフトベールパウダークリアでね、ふんだんに顔に叩き込んでベーキングです。固めてまいりましょう。マットに仕上げたい場合はこうやってねふんだんにつけて後から払うっていうやり方で化粧崩れをね抑えられてくるんで、マットに仕上げる方の場合なんですけれどもね、今日は実はもう昼間からこうやってメイク動画を撮り続けてるんですけれども、もう結構今至近距離で肌見て肌が疲れてるって今思って、洗っては化粧しを繰り返してるんで、でこれねパウダーブラシこれ大きいのでねババッと洗ってみてください。で、次はパウダーのカラーの方で、作り込んでさらにここからね作り込んでいくんですけれども、まずはこちら、チャコットメイクアップカラーバリエーションコーヒーブラウンです。こんなカラーこればっか使ってる、この子がいないと私の毛が何も始まらない。顎のラインと平行に、ここには三角を作りましょう。1、2、3。ここに三角を作ってあげる。ホッシーから教わった、うちの旦那さんなんですけど、旦那さんもドラッグクイーンなんですけど、ことでこれは教わってましたね。そういえばあんまりないんですけど教わったことここうやってかけた方がいいよって言われました。指でなひた、鼻のひた、そしたら次がチョコレートブラウンですね。ちょっとボロボロなんでちょっとありますけど、こんな感じの茶色。チャコって言った時気をつけていただきたいのが、パールが入ってるこの同じようなカラーがあるんです。間違いない。ちょっとねパールがある分わかんないけどしっとりしたテクスチャーになってるので、割とねベトッとつくんですよ。気持ち縁に影をそれで差し上げてしかないで、ここちょっとなだらかにね、三吉ほほ紅5番、茶色に見えるけどこれオレンジ、結構ね暗めのオレンジなんですけど、ほっぺにのせたらねかなりオレンジっていう色になるので、ほっぺの高いとこから一直線に外側に、なんでかって私の顔が長いから。余った粉はひげ周りに、青みをオレンジで隠すっていうやり口です。この後ハイライト、チャコットのメイクアップカラーバリエーションウィンキングホワイト、軽くパールが入ってます。
やっぱ飯食うたからかね、割とサクサクいってるね。こんな感じでね。ちょんってね、入れておいてください。フィニッシングパウダーグロー、ラベンダー、大きな筆に取ってね、これでね、ブワーッとぼかし込んでいきます。よくこうやって取ったらトントンってしろって言われるけど、私ね、しない。ふんだんに使いたい。ここ馴染むでしょ、ババッと。馴染んだら、ちょっとついてる粉ね、このハイライト少しだけピピピピピピッと、ピピピピピッと、いいんじゃない？眉毛はね、2色使います。1本はこれ濃い方なんですけども、アイライナーになっております。桜ペンシルのアイライナー、テクスチャーがちょっと柔らかめのものですね。でこちらが茶色、12番茶色ですね。そしてこちらが桜ペンシルアイブロウのクリ茶、こちら眉墨で薄めの茶色になっている感じ。まずね、こちらの茶色のアイライナーで眉下と眉山と眉尻をね、一旦濃い色で作っておいて、アイブロウの方でぼかしていく。この時にこの眉頭から眉山にかけてのラインをね、ちょっと柔らかく丸みを帯びせておくと、より女性的なラインに仕上がるかなと思いますよ。収集がつかない。どうしましょう。いっか。眉毛は左右近くたっていいの。左右非対称の顔の方が目を引くって言うじゃない？三吉のグリスペイント4番でございます。おなじみですね。これを眉毛の下にね、眉毛の下のラインを整えるような感じでね、さすがにね、白入れるとね、どうしたのって言われちゃうと思うんですけど、コンシーラーとかね、リキッドファンデとかクリームファンデ使ってね、やってもらうと、洗練された眉下っていうのですよね。できますね。でこう指でね、ちょっとクリームをなじませて、そこをこちらのチャコットの、カラーバリエーションウィンキングホワイトで、ね、固めましょう。こちらチャコットのカラーライナーペンシルのブラック。これかなりね、テクスチャーが柔らかい、ほんとクレヨンのような感じのアイライナーです。粘膜とかめちゃくちゃ引きやすいです。で、まつげの間を埋めて、何度も申し上げます。何度でも申し上げます。粘膜をインサイドラインを引くと名医者さんに怒られますからね。良い子は真似しちゃいけません。目のこと大事にしたいけど、こればっかりは許して、まつげの間に塗りつぶしましたら、次はこれ汚くてごめんなさい、もう年季物なんで、これ全部ねクリームなんです。クリーム状のカラーになっております。
この黒を使って目の周りをキュ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 ッと囲んでいきますね。ほんとね、少量取って、キュ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 。チャコットにもあるんですよ。黒い練り状のもの。そっちもいいです。ただね、ちょっとね、チャコットの練りの黒の方が青みの黒っていう感じがありますね。割と、メイクアップフォーエバーの黒はいわゆる漆黒っていう感じの黒。青みもあるっちゃ青みもあるんだけど、チャコットほどじゃないかな。私はこれを先輩の胡蝶蘭さんって方がお持ちになってたんで、ねえねえ蘭ちゃん、その練りのカラーさ、あなた使いこなせるのって聞いたら、使えるわけないじゃんっていうか、じゃあちょうだいって言っていただいたの。これね、知ってる？13000円もするの。ぶんどった。だいたいね、ランちゃんの化粧品とかね、カツラとかね、ぶんどっちゃうんですよ。衣装とかもね、ぶんどっちゃうんですよ。ランちゃん、これ私の方が似合うとか。でもランちゃん優しいからくれるの。としおくん、これ大体このとしおくんの状態の時にいつもびっくりされる。これ大体私ね、こうやってとしおくん状態の時ってこう何を意識してるかっていうと、まんじゅうを半分にした時の断面図みたいな形を意識しております。大体かまぼこ状というか、つり目に仕上げたかったらもっとこっちに流すような感じで、目の外側に流すような感じで、このクリームをね、黒を置いていけばいいんですけども、つり目にもしすぎたくないし、とはいえ垂れ目にしたいわけでもないみたいな、なんかモードなんだけど可愛らしい目元っていう感じをね、目指してたらこの形にたどり着いたんですけども、そしたら、今回使っていくのはトム・フォードアイカラーコード、これボディヒートっていうカラーですね。こちらね、こんな感じ。結構ね、ダークな茶色から茶色、そしてブロンズからゴールドって感じで、グラデーションがすごい綺麗にまとまっているので、これ結構スモーキーアイ作りやすい。ちょっとでもね、赤みを帯びているので晴れぼったい感じがあるかなっていう気はせんでもないんですが、意外とカチッとまとめてくれますよ。そんなに晴れぼったくもならず。そう、これまずじゃあこのね、一番濃い色から内側から外側に向かってだんだん濃い色、ちょっと濃い色、だんだん薄くしていくっていう形でグラデーションをね、作っていきます。これから今一番濃い茶色、かなりね、パールが効いてるテクスチャーなんですけれども、ちょっとしっとりした感じがあるかな。このタイプは水につけても使えるそうです。水を含ませてね、塗るとまたちょっと質感変わった感じになりますよっていう風に美容部員さんがおっしゃってました。スモーキーアイの肝っていうのがインサイドは真っ黒でなければならず、そこからね下の方にもねちょっと幅を持たせてグラデーションを作り込んでいくと、上を頑張るより下を頑張った方が結構綺麗に見えるんじゃないかなと私は思っています。目の上よくね頑張りがちなんですけど、アイメイクの肝は目の下にあるんじゃないかと思います。マスカラもそうだと思うんですけど、ね、真っ黒ちゃんのこのクリームカラーの上に一番濃い茶色を乗せてちょっと軽く固めておく。その上から2番目の茶色、この黒のエッジ、
外側を取りながら、なんかだんだん綺麗、もう綺麗、もう綺麗にボケる。すごい。次はここのちょっとブロンズっぽい茶色。これでまたその外側をなでていく。だんだんそうやっていくとグラデが出てきます。で、その内側の黒の、クリームはかまぼこ型にしましたけども、一番外側のこのね色の時点ではちょっと軽く釣り上げる感じで作っていくとね、骨格がね締まるかなって思っております。で、意外とこのゾーンね塗りたくってもね平気。化粧クイーンのダイアナさんが言ってた、ここは大体何でも大丈夫なのよって。ほら見て、綺麗綺麗綺麗くない？綺麗くない？このぐらいで綺麗くない？で、最後ね、この一番明るいパールの効いたゴールド、こちらをね軽く、さっきちょっと白でねここ固めてましたけども、ちょっとその上に置いとくとね色のまとまりが出るかなと思います。パキッとはさせたいから白は置いといたんだけど、なんとなく浮いちゃうかなってことで、ちょっとこういったねカラーも置いておくと、なんていうのかしら、まとまり出てくるのかしら。ほいで、ちょっとこれ私はね、いつも指でね軽く撫でる。1、2、3ぐらい。1、2、3ぐらい。撫でるとさらにね、これボケるのすごく綺麗。もう一回ね、最後インサイド黒で、しっかりとね固めていきます。結構ね、これがね大事なの。ちょっとのねインサイド引いたライナーがテクスチャーがかなり柔らかいので、これやすいんですね。なのでこうやってね黒でキュキュッてしてあげるといいんですが、メイシャさんには怒られますからね。ヒロインメイクスムースリキッドアイライナー、ハイパーキープだ、スーパーキープでした。ブラック、こうやって私跳ね上げだけピピッと決めちゃうんですけども、先にこのね目頭の下の方だけ私塗るんですね。目頭の下の方にここだけギュッと入れて、そっからラインを始める。上のライン、瞳の上ぐらいからさっき決めた終着地点に向かって跳ね上げる。目頭の下、こちらメイベリンの、ラッシュニスタ N ブラックですね。下まつげから塗っていきましょう。適当よ。まつげある程度塗ったらもうこれでまつげバババババって塗ってる間に下まつげを乾かして下まつげにもう一回塗る。こちらトム・フォードのリップラッカーリュクスマットですね。ハピチュアルというカラーになります。こちらね。一回塗ったらこれね、アイブロウペンシル、先ほど眉毛に使ったやつ。こちらでリップライン取っていきますね。これは私のやり口なんですけれども、
何も考えたくないときはね、3ミリ外、3ミリ上っていうところの口角ね、3ミリ外、3ミリ上の口角と自分の口角をつなげて、そこからこう引いていく、そこから上のラインを引くみたいなことをするんですけど、これでも大きく、アイメイクが大きくなればなるほどお口も少し大きくしなきゃいけないし、バランス感覚は大事なんですけども、だいたいこのぐらいの目の大きさになるアイメイクだったら、私はこれが3ミリ外3ミリ、もっと大きくなる感じだったらもうちょっと外側に行ってもちょっと上に上がる。その時に3ミリ外3ミリ上が笑った時にきちんと口角が上がっているかどうかも笑って確認しましょう。でもう一回その茶色いライン引いちゃったから、その上からカラーリップを重ねていきます。ここにまつげつけていきます。今日つけるまつげは適当に買ったやつだからどこのかわからないんですけども、岡田屋で買ったやつです。ニックスのギラギラゴールドポンポンってね、ポンポンってまぶたの真ん中に置いていくの。まぶたくすときれいだから。はい、できました。本日も最後までご視聴ありがとうございました。楽しかったなって方はチャンネル登録とグッドボタン